解説。1990年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1990年ってどんな年だったか覚えてる？お、1990年か。平成が始まって2年目。日本ではバブル経済がまだギリギリ続いてた頃だな。でも、世界ではいろんなことが起きてたぜ。例えば、東西ドイツが正式に統一されたのも1990年の話だし、サッカーワールドカップでは西ドイツが優勝したな。あと、日本ではスーパーファミコンが発売されて、ゲーム界も盛り上がってたぜ。なるほど、時代の変わり目って感じね。でも、今回は1990年に日本で公開された映画の話をするんでしょ？その通りだぜ。1990年は名作がたくさん日本のスクリーンに登場した年だったんだ。今日は、その中でも特に印象に残る10作品をランキング形式で紹介するぜ。第10位、ドライビング、ミス、デイジー。第10位は、ドライビングミスデイジーね。タイトルからすると、運転に関係する映画なのかな？そうだぜ。ドライビングミスデイジーは1989年にアメリカで公開され、日本では1990年に公開された映画だ。監督はブルース・ベレスフォード。主演はジェシカ・タンビとモーガン・フリーマンだぜ。モーガン・フリーマンって、すごく有名な俳優さんよね。そうだな。この映画は彼の代表作の一つだぜ。舞台は1940年代のアメリカ・ジョージア州。裕福な白人女性デイジーが車の運転をするのを危険だと息子に判断されて、黒人運転手ホークを雇うことになるんだ。最初は運転手とおばあちゃんって関係だったのかな？そうなんだぜ。最初はデイジーがホークに対して冷たい態度を取るんだ。だけど、長年の付き合いの中で、二人の間には次第に信頼関係と友情が芽生えていくんだ。なるほどね。でも、それだけじゃなくて社会的なテーマもありそう。その通りだぜ。時代はまだ人種差別が根強く残っていた時期で、黒人運転手と白人の雇い主という関係にも様々な社会的な壁があったんだ。でも、デイジーとホークの交流は、その壁を少しずつ乗り越えていく様子が感動的に描かれているんだ。そういう映画って、じんわり心に響くわよね。でも、何か特別なエピソードとかあるの？例えば、デイジーが認知症を患ってしまった終盤のシーンが印象的だな。彼女が施設に入った後もホークは彼女を訪れ、食事を手伝うシーンがあるんだけど、その場面はすごく温かくて、二人の絆の深さを感じるんだ。うわぁ、それは泣けそう。実際、この映画は感動的な作品として高く評価されていて、アカデミー賞では作品賞、主演女優賞、脚色賞、メイクアップ賞の4部門を受賞したんだぜ。第9位、グローリー。第9位は、グローリーね。タイトルからして、何か壮大な物語が描かれていそうな気がするわ。その通りだぜ。グローリーは1989年にアメリカで公開され、日本では1990年に公開された戦争映画だ。監督はエドワード・ズウィックで、主演はマシュー・ブロデリック、デンゼル・ワシントン、モーガン・フリーマン、キャリー・エルウィスと、超豪華な顔ぶれだぜ。モーガン・フリーマン、また登場するのね。すごいわ。彼は90年代の名作映画にたくさん出てるからな。さて、この映画の舞台は南北戦争時代のアメリカ。特に、北軍初の黒人部隊である第54マサチューセッツ志願歩兵連隊の活躍を描いた作品なんだ。黒人部隊？当時のアメリカって、まだ人種差別が激しかった時代よね。そうなんだぜ。北軍側は奴隷解放を掲げていたけど、それでも黒人兵士たちは不当な扱いを受けていたんだ。武器もまともに支給されず、給料も白人兵士より低い。それに、捕虜になったら奴隷として再び売られるか、処刑される可能性もあったんだ。それってめちゃくちゃ厳しい状況じゃない？そうだぜ。でも、そんな中でも彼らは誇りを持って戦い続けたんだ。この映画では、白人指揮官のロバート・グールド小大佐マシュー・ブロデリックと、彼が率いる黒人兵士たちの成長と団結の物語が描かれているんだ。なるほど。彼らはどんな戦いをしたの？映画のクライマックスは、
南軍の要塞、ワグナー砦への突撃だ。これは実際に起こった歴史的な戦いで、彼らは先陣を切って突撃したんだよ。すごい。でも、それってまさか。そう。結果は壊滅的だったんだ。多くの兵士が命を落とし、小大佐も戦死した。でも、この戦いがきっかけで黒人部隊の勇敢さが認められ、北軍における黒人兵士の扱いが改善されることになったんだ。なんだか切ない話ね。でも、彼らの戦いが後の世に影響を与えたのね。そういうことだぜ。それに、この映画はデンゼル・ワシントンがアカデミー賞助演男優賞を受賞するほど評価されたんだ。彼が涙を流しながら鞭打たれるシーンは、映画史に残る名演技だと言われているぜ。そんなにすごい演技だったのね。1990年に日本で公開された時も、きっと多くの人が衝撃を受けたんじゃない？そうだな。当時は日本でも戦争映画が注目される時期だったし、この映画の感動的なストーリーは今見ても胸を打つものがあるぜ。第8位、ローズ家の戦争。第8位は、ローズ家の戦争ね。タイトルだけ見ると、なんだかシリアスな戦争映画みたいだけど、実は全然違うぜ。これは1989年にアメリカで公開され、日本では1990年に公開されたブラックコメディ映画だ。監督はダニー・デビート。主演はマイケル・ダグラスとキャスリーン・ターナーだぜ。あれ？マイケル・ダグラスとキャスリーン・ターナーって、ロマンシング・ストーンのコンビじゃない？そうなんだぜ。しかも、この映画には監督のダニー・デビートも出演していて、3人は過去にロマンシング・ストーンやナイルの宝石でも共演してたんだ。だからこそ、息の合った演技が見どころの一つになってるんだよ。でも、内容はコメディなんでしょ？どんな話なの？簡単に言うと、長年連れ添った夫婦が離婚を決意するんだけど、その過程でお互いに激しいバトルを繰り広げるっていうストーリーだ。離婚でバトル？どういうこと？結婚当初はラブラブだったオリバー、マイケル・ダグラスとバーバラ、キャスリーン・ターナーだけど、時間が経つにつれてすれ違いが増えていくんだ。そしてついにバーバラが離婚を決意する。でも、問題は二人が住んでいる豪邸だ。まさか、家の所有権をめぐって争うとか？そうなんだよ。お互いにこの家を手放したくないっていう執念がすごくて、どんどんエスカレートしていくんだ。最初はちょっとした意地悪レベルだったのが、最終的には相手を追い出すための戦争状態になる。例えば、どんなことをするの？例えば、食事に細工したり、車を壊したり、部屋をめちゃくちゃにしたり、果てはシャンデリアにぶら下がる危険な状況まで発展するんだ。それ、もうコメディの域を超えてない。笑い。確かにな、笑い。でも、この映画の面白いところは、笑える要素がある一方で、結婚生活のリアルな一面や、夫婦関係の闇も描かれているところなんだぜ。なるほどね。笑いながらも、考えさせられる映画ってことね。でも、最後はどうなるの？ネタバレになるから詳しくは言えないけど、まあ、かなり衝撃的なラストを迎えるんだよ。気になる。とにかく、ブラックコメディの名作として今でも評価が高い作品だぜ。特に、夫婦関係に悩んでいる人が見ると、色々と考えさせられるかもしれないな。第7位、グッドフェローズ。第7位は、グッドフェローズね。タイトルからすると、仲のいい友達同士の話かと思ったけど、違う？大きく違うぜ。これは1990年にアメリカで公開され、日本では1991年に公開されたギャング映画だ。監督はマーティン・スコセッシ。主演はレイ・リオッタ、ロバート・デ・ニーロ、ジョー・ペシト。超豪華なキャストだぜ。うわぁ、めちゃくちゃ本格的な映画じゃないの。スコセッシ監督ってことは、結構ハードな内容？もちろんだぜ。この映画は実話を元にしていて、ヘンリー・ヒルという実在のギャングの反省を描いてるんだ。ヘンリーは幼い頃からギャングに憧れ、やがて本物のマフィアの一員になっていくんだよ。ギャングに憧れるって、相当やばい世界に足を踏み入れることになるんじゃ。まさにその通りだぜ。彼は最初は下っ端として働くけど、やがてロバート・デ・ニーロ演じるジミーや、ジョー・ペシ演じるトミーと一緒に、どんどん犯罪の世界に染まっていくんだ。ギャング映画って、
暴力的なシーンも多そうね。そうだな。この映画は特にリアルな暴力描写が多くて、例えばトミーが些細なことで人を殺すシーンとか、裏切り者が徹底的に粛清される場面はかなりショッキングだぜ。怖いわね。でも、そんなに危ない世界で生きてたら、いつか自分もやられるんじゃないの？まさにそれがテーマの一つなんだよ。最初は成功をつかんだように見えても、結局は裏切りや仲間割れで破滅していくんだ。ヘンリー自身も、最終的には FBI の承認保護プログラムに入ることになるんだぜ。承認保護プログラムってことは、仲間を裏切るってこと？そうだぜ。彼は自分の命を守るために、これまでの仲間を裏切ることになるんだ。だけど、承認保護下の生活も決して楽じゃなくて、結局は普通の人間として生きることに苦しむことになるんだ。壮絶な人生ね。ギャングの世界って、一度入ったら抜け出せないものなの？少なくとも、この映画ではそういう世界として描かれてるな。でも、ただの犯罪映画じゃなくて、人間ドラマとしてもすごく深い内容になってるんだぜ。そういうリアルなストーリーだからこそ、多くの人の心に響いたのね。その通り、実際、この映画はアカデミー賞でも評価されて、ジョーペ氏が助演男優賞を受賞してるんだ。それに、今でもギャング映画の最高傑作の一つとして語り継がれてるぜ。第6位、アゲマン。第6位は、アゲマンね。なんだか演技が良さそうなタイトルだけど、どんな映画なの？アゲマンは1990年に日本で公開された伊丹十三監督の作品だぜ。主演は宮本信子、共演には津川雅彦、大滝秀治、橋爪功、そして亡き宝田明なんかが出演している。伊丹十三監督って、お葬式やマルサの女で有名な監督よね？その通りだぜ。彼の作品は社会風刺が効いていて、独特の視点で物事を描くのが特徴なんだ。アゲマンも、日本社会の一面をコミカルに、でもシリアスに描いてる映画だぜ。具体的にはどんな話なの？主人公は、宮本信子演じるなよこ。彼女はアゲマンと呼ばれる女性で、一緒にいる男性を成功へと導く運を持っているんだ。なよこはある日、津川雅彦演じる若手政治家の村川優作と出会って結婚するんだけど、彼は次々と出世していくんだよ。まさにアゲマンの力って感じね。でも、ただの幸運物語じゃなさそう。そこが伊丹監督のすごいところなんだよ。なよこの幸運の力を信じて周囲の人間が彼女を利用しようとしたり、逆に彼女が不運の象徴みたいに扱われたり、男社会の裏側や人間の欲深さが描かれているんだぜ。うわぁ、そんな展開になるのね。でも、なんで彼女はそんなに強運なの？映画の中では明確には説明されてないんだけど、なよこ自身は特別なことをしているわけじゃないんだ。ただ、彼女がそばにいるだけで周囲の男性が成功していく。これは運とは何か、そして社会の成功とはどういうものかを考えさせる仕掛けになってるんだぜ。なるほど。単なるコメディじゃなくて、社会風刺も込められてるのね。そうだぜ。特に、男たちの都合でアゲマンと持ち上げられたり、下げマンと突き落とされたりするなよこの運命は、日本社会に根付く女性観や権力構造を映し出しているんだよ。社会問題を面白く描くのが伊丹監督らしいわね。ところで、この映画は評価されたの？もちろんだぜ。興行的にも成功したし、宮本信子の演技も高く評価された。伊丹監督らしい風刺の効いたストーリーは、今見ても十分楽しめる内容になってるぜ。第5位、プリティ、ウーマン。第5位は、プリティウーマンね。これ、超有名なラブストーリーじゃない？その通りだぜ。1990年にアメリカで公開され、日本でも同年の12月に公開されたロマンティックコメディ映画だ。監督はゲイリー・マーシャル。主演はリチャード・ギアとジュリア・ロバーツ。ジュリア・ロバーツといえば、ハリウッドを代表する女優よね。この映画が彼女の代表作なの？まさにそうだぜ。この作品で一躍トップスターになったんだよ。彼女の笑顔と明るい演技は、多くの人の心を掴んだんだ。どんなストーリーなの？話の舞台はロサンゼルス。リチャード・ギア演じる大富豪エドワード・ルイスが、
偶然ジュリア・ロバーツ演じるビビアンという女性と出会うんだ。彼女は路上で働くコールガールだったんだけど、エドワードは仕事の関係で1週間の間、彼女を自分のパートナーとして雇うことにするんだ。いきなりそんな展開なの？それってただのお金での関係じゃない？最初はそうだったんだけど、次第に二人はお互いに惹かれ合っていくんだ。ビビアンはエドワードと一緒にいることで、自分の人生を変えるチャンスを得るし、エドワードも彼女と過ごすうちに心を開いていくんだよ。なるほどね。お金の関係から始まるけど、本当の愛に変わっていくっていう話なのね。そういうことだぜ。この映画の魅力は、シンデレラストーリー的な要素と、ビビアンの成長物語が絶妙にミックスされているところだな。それにしても、ジュリア・ロバーツのドレス姿がすごく有名な気がする。よく覚えてるな。特に赤いドレスを着てオペラに行くシーンは、映画史に残る名シーンだぜ。エドワードがビビアンにエレガントな服をプレゼントすることで、彼女がプリティウーマンへと変わっていく様子が描かれているんだ。確かに、それってまるでおとぎ話みたい。そうなんだよ。でも、この映画はただの夢物語じゃなくて、ビビアンが自分の人生を自分で選び取るっていうメッセージもあるんだ。そこがこの映画の魅力なのね。大富豪に助けられるだけじゃなくて、自分で未来をつかもうとするのがかっこいいわ。そうだぜ。そして音楽も最高なんだよ。ロイ・オービソンのプリティ・ウーマンがテーマソングとして使われてて、映画を盛り上げてるんだ。あの曲、超有名よね。聞いただけで映画のシーンが浮かんできそう。第4位、レッド、オクトーバーを終え。第4位は、レッドオクトーバーを終え、ね。タイトルからして、何か追跡ものっぽいけど、これはどんな映画なの？これは1990年にアメリカで公開され、日本では同年7月に公開されたサスペンス&アクション映画だぜ。監督はジョン・マクティアナン。主演はショーン・コネリーとアレック・ボールドウィンだ。ショーン・コネリー、あの007のジェームズ・ボンドを演じた伝説の俳優よね。その通りだぜ。ショーン・コネリーはこの映画でソ連の潜水艦艦長、マルコ・ラミウスを演じてるんだ。しかもこの作品は、あの有名なトム・クランシーの小説、レッド・オクトーバーを追えが原作なんだよ。トム・クランシーって、軍事サスペンスの名作をたくさん書いてる作家よね。その通り、彼の作品の中でも、この、レッドオクトーバーを終え、は特に有名だぜ。じゃあ、どんなストーリーなの？物語の舞台は冷戦時代。ソ連が最新鋭の原子力潜水艦、レッドオクトーバーを開発するんだけど、その艦長のラミウス、ショーン・コネリーが密かにアメリカへ亡命を企てるんだよ。ソ連の艦長が亡命。そんなの、ただで済むわけないじゃない。その通り、ソ連側は彼を裏切り者として抹殺しようとするし、アメリカ側も最初はこの潜水艦が攻撃目的で接近しているのではと疑うんだ。まさにスパイ映画みたいな展開ね。そこに登場するのがアメリカ CIA の分析官ジャック・ライアン、アレック・ボールドウィンだ。彼はラミウスは攻撃するつもりはなく、アメリカに亡命したいのではと推理して、彼を救うために動き出すんだよ。ジャック・ライアンって、トム・クランシーの作品に登場する有名なキャラクターよね。そうだぜ。彼は後に映画シリーズにもなって、いろんな俳優が演じてるけど、この映画が最初の実写化なんだ。スリル満点の展開になりそうだけど、アクション要素も強いの？もちろんだぜ。潜水艦の中での緊迫した心理戦や、ソ連の艦隊との追跡劇がめちゃくちゃハラハラするんだ。特に、ソナーを使った潜水艦同士の戦闘シーンは、映画史に残る名シーンだぜ。潜水艦の戦いって、普通の戦争映画とは違う独特の緊張感がありそうね。まさにそれがこの映画の醍醐味なんだよ。銃撃戦や爆発シーンみたいな派手なアクションじゃなく、戦略と駆け引きで展開するのが見どころだぜ。冷戦時代の背景もあるし、ただのアクション映画じゃなくて、かなり頭を使う作品って感じね。第3位、天と地と。第3位は、天と地とね。タイトルからして壮大な歴史映画っぽい感じがするけど、どんな作品なの？天と地とは1990年に公開された日本の歴史映画で、戦国時代の名将上杉謙信と武田信玄の戦いを描いた超大作だぜ。
監督は角川春樹。主演は榎木隆明が上杉謙信を、津川雅彦が武田信玄を演じてる。なるほど。戦国時代の話なのね。でも、歴史映画って結構地味なイメージがあるんだけど。いやいや、この映画はとにかくスケールがでかいんだぜ。日本映画史上最大級の制作費を投じた作品で、撮影はカナダのアルバータ州で行われたんだ。広大な平原での大規模な合戦シーンが圧巻だぜ。日本じゃなくてカナダで撮影したの。なんで？それは、戦国時代のリアルな合戦シーンを撮影するためなんだ。日本国内ではこれだけの規模の広い戦場を再現するのが難しかったから、思い切って海外ロケをしたんだよ。そんなこだわりがあるんだ。で、ストーリーはどんな感じなの？この映画の中心となるのは、上杉謙信と武田信玄が激突した川中島の戦いだ。特に、永禄4年1561年に行われた第四次川中島の戦いがクライマックスになってるぜ。川中島の戦いって、日本史の教科書でも必ず出てくる有名な戦いよね。その通り、この戦いでは、上杉軍と武田軍が総力を挙げてぶつかり合ったんだ。映画では、戦場での謙信と信玄の一騎打ちや、戦略的な駆け引きがリアルに描かれてるぜ。戦国武将の一騎打ちって、まるで時代劇のクライマックスみたいね。まさにそんな感じだぜ。それに、この映画では謙信をただの戦国武将としてじゃなく、義に生きたカリスマとして描いてるのが特徴だな。上杉謙信って、戦国時代の中でも特に義を重んじた武将として有名よね。そうだぜ。この映画でも、戦争の悲しさや、人を導く者としての責任が強調されてるんだ。それに対して、武田信玄は謙信とは対照的に、戦略に長けた現実主義者として描かれてるのも面白いポイントだな。単なる戦争映画じゃなくて、戦国武将の生き様がしっかり描かれてるのね。そういうことだぜ。実際、この映画は当時かなりの話題になって、興行的にも成功したんだ。ただ、戦国ファンの中には、ちょっと美化しすぎじゃないかって意見もあったりするけどな、笑い。確かに、歴史映画ってリアルさとドラマ性のバランスが難しそうね。でも、合戦シーンの迫力は本物ってこと？そうだぜ。当時の日本映画の技術の粋を集めて作られた戦闘シーンは必見だ。それに、謙信の生き様や信玄とのライバル関係を知るにはぴったりの映画だぜ。第2位、ダイハード2。第2位は、ダイハード2ね。これはもう、アクション映画の王道中の王道じゃない？その通りだぜ。1990年にアメリカで公開され、日本でも同年8月に公開されたアクション映画だ。監督はレニー・ハーリン。主演はもちろんブルース・ウィリスだぜ。やっぱりブルース・ウィリスなのね。ダイハードシリーズといえば、彼の代名詞みたいなものよね。そうなんだぜ。一作目のダイハード1988年が大ヒットして、続編として作られたのがこのダイハード2だ。前作が高層ビルの中での戦いだったのに対して、今回は雪の降るワシントンダレス国際空港が舞台になってるぜ。空港が舞台。それってめちゃくちゃスケールアップしてない？まさにその通り。クリスマスイブの夜、警察官のジョン・マクレーン、ブルース・ウィリスは空港で妻ホリーの到着を待ってるんだけど、そこにとんでもない事件が起こるんだ。一体何が起こるの？ある過激派グループが空港の管制システムを乗っ取って、飛行機を人質に取るんだよ。しかも、その目的は、麻薬密売に関与した独裁者エスペランザ将軍を脱獄させること。なるほど。だから、空港が舞台になってるのね。でも、それってめちゃくちゃやばい状況じゃない？そうなんだぜ。しかも、マクレーンの妻ホリーが乗った飛行機も、燃料が尽きるまで空中待機させられてるんだ。このままでは妻を含め、多くの乗客が犠牲になる可能性があるってわけだ。ああ、これはもう、マクレーンがまた一人で戦うしかない展開ね。その通り、彼は空港の警備に協力を求めるんだけど、最初はなかなか相手にしてもらえないんだ。仕方なく、自力で敵の計画を阻止しようとするんだけど、これがまた大波乱。きっとまた派手なアクションシーンが満載なんでしょ？もちろんだぜ。特に名シーンの一つが、
マクレーンが敵の飛行機の翼の上で格闘するシーンだ。最後には爆発で敵を吹き飛ばすんだけど、このシーンは迫力満点だぜ。飛行機の上で格闘。そんなの絶対やばいじゃない。マクレーンだからできるんだよ、笑い。彼の代名詞とも言える単独で敵に立ち向かうスタイルは、この作品でも健在だ。確かに、ジョン・マクレーンって普通の警察官なのに、まるでスーパーアクションヒーローみたいよね。そこが、ダイハードシリーズの魅力なんだよ。ただのスーパーマンじゃなくて、傷つきながらもなんとか生き延びるリアルなタフガイっていうのが、多くのファンを引きつけてるんだ。なるほど。で、この映画は評価も高かったの？興行的にも大ヒットして、アクション映画の続編としては大成功を収めたぜ。評価の間でも前作に負けないスリルとアクションって評価されたし、今でもシリーズの中で人気の高い作品の一つだぜ。第1位、ゴースト、ニューヨークの幻。ついに第1位ね。ゴーストニューヨークの幻って、めちゃくちゃ有名な映画よね。そうだぜ。1990年にアメリカで公開され、日本では同年9月に公開された恋愛ファンタジー映画だ。監督はジェリー・ザッカー。主演はパトリック・スウェイジ、デミ・ムーア、ウーピー・ゴールドバーグ。キャストがすごいわね。特にデミ・ムーアのショートカット姿が印象的だった気がする。よく覚えてるな。彼女の髪型は当時のトレンドになったくらい、話題になったんだぜ。で、ストーリーはどんな感じなの？主人公はパトリック・スウェイジ演じる銀行員のサムと、デミ・ムーア演じる恋人のモリー。二人は幸せな生活を送っていたんだけど、ある日、サムが強盗に襲われて命を落としてしまうんだ。いきなりそんな展開なの？そうなんだよ。で、ここからがこの映画の最大の特徴。サムは幽霊となってこの世に残り、モリーを守ろうとするんだ。でも、彼女にはサムの存在が見えない。切なすぎる。でも、それじゃあどうやってモリーに気づいてもらうの？そこで登場するのがウーピー・ゴールドバーグ演じる霊媒師のオダ・メイ・ブラウンだ。彼女はインチキ霊媒師だったんだけど、なぜかサムの声が本当に聞こえてしまうんだよ。彼女がモリーにサムの存在を伝えるのね。そういうことだぜ。最初はモリーも信じないんだけど、オダ・メイを通じてサムのメッセージを聞くうちに、彼が本当にそばにいることを確信するんだ。それって、めちゃくちゃ感動的じゃない？そうなんだよ。しかも、この映画の名シーンの一つが陶芸シーンだぜ。ロマンチックなシーンね。ろくろを回しながら二人が愛を確かめ合う場面。そう、バックに流れるのはライチャスブラザーズのアンチェインドメロディー。この曲が流れるだけで泣けるって人も多いんだぜ。わかるわ。あの曲とあのシーンは、映画史に残る名場面よね。でも、ただのラブストーリーじゃなくて、サスペンス要素もあるんだぜ。サムは自分が偶然殺されたわけじゃなくて、何者かの陰謀によるものだと気づくんだ。ただの事故じゃなかったの？そうなんだよ。そこから、サムはモリーを危険から守るために奔走することになるんだ。幽霊なのに、どうにかして真相を暴こうとするのが面白いポイントだぜ。なるほど。単なる恋愛映画じゃなくて、サスペンスもミックスされてるのね。そうだぜ。だからこそ、この映画は幅広い層に受け入れられたんだ。ラブストーリーとしても、ミステリーとしても、ファンタジーとしても楽しめる作品だぜ。それで、この映画はどれくらいヒットしたの？めちゃくちゃ大ヒットしたぜ。世界興行収入は5億ドルを超えて、1990年の興行収入ランキング1位を獲得。さらに、アカデミー賞ではウーピー・ゴールドバーグが助演女優賞を受賞してるんだ。そんなに、確かに、彼女の演技はすごく印象的だったもんね。そうだろ？今でも幽霊との切ない愛を描いた名作として語り継がれているし、名曲、アンチェインドメロディーとともに人々の記憶に残ってる映画だぜ。総評、まとめ。いやー、今回のランキングも見応えがあったわね。1990年って、改めて名作がいっぱい公開された年だったのね。そうだな。アクション、ラブストーリー、コメディ、歴史映画、戦争映画と、いろんなジャンルの作品が揃ってたぜ。特に、ゴーストニューヨークの幻のラブストーリーは、感動の名作として今でも人気が高いのが納得できたわ。
ダイハード2みたいなド派手なアクション映画もあれば、天と地とみたいな戦国大作もあったしな。やっぱりこの時代の映画って、個性が際立ってるよな。確かに、昔の映画って、今の作品とはまた違う雰囲気があるというか、ストーリーの作り方にも味がある感じがするわね。そうだぜ。1990年の映画は、今見ても全然古く感じない作品が多いし、むしろこれぞ名作って感じがする映画ばかりだったな。今回紹介した作品の中で、マリサが特におすすめしたいのはどれ？どれも名作だけど、やっぱり、グッドフェローズは外せないな。リアルなギャングの世界を描いた映画として、今でも最高峰だぜ。私はやっぱり、プリティウーマンかしら。夢があって、見た後に幸せな気分になれる映画って、やっぱりいいわよね。それぞれの作品に、それぞれの魅力があるのが映画の面白いところだな。今回のランキングで、みんなが気になる映画を見つけてくれたら嬉しいぜ。これを機に、また90年代映画を振り返るのも面白そうね。いいアイデアだな。それじゃあ、また次の映画ランキングで会おうぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。